こんにちは。当分の間、金曜日は音楽に関する話をしようと思います。私が音楽を長い間やってきましたが、実際現場で働いたのは短い時間で、末っ子の生活ばっかりだったので、そしてまだ兼業で働いている人たちの話をするのが難しい部分もあって、いい話だけをしようと思います。もう一度簡単に僕の音楽経歴をお話しすると、僕は外注って言いますよね。契約職っていうのもちょっと曖昧だし、1回限りで仕事を受けてする方式で、ボイストレーナーの仕事もして、コンサートで音響を管理したり、制作、企画、マーケティング関連の雑誌を聴取のようにしてみたこともあります。ガイドボーカルやコーラスもしてみました。大きい会社は1回でもほとんど仕事をしてみました。実はすごくお粗末な事情なです。特別な能力が必要ではなく、創意力が重要で、一人企画会社も多かったので、私も歩き回りながら様々なことを経験することができました。日本ではアイドルの発声法についてトレーニング方法を作り、トレーナーの方に教える仕事もしました。その中で今日はプロデュース48の話をしてみようと思います。プロデュース48についてはまだできない話が多いけど、まず僕はプロデュース48が公開放送を3回しましたかな。3番だったと思うだけど、その3番は全て現場にありました。仕事ではないけど、なので今日は僕は全てのメンバーを直接見たので、私が見た実物が驚くべきだった日本メンバーに対して話そうと思います。次は韓国のメンバーたちについてもお話します。実は日本のメンバーたちの初めて見たのは舞台放送前のイベント時ですが、その時は日本のメンバーたちは継承を本人たちが直接するから、韓国のメンバーたちと継承の差が少しありました。それでスタイルというか雰囲気もかなり違いました。韓国人メンバーたちはすでに企画会社に継承をしてくれる方たちがいたり、美容院に行って継承を受けてきたです。でも初舞台当時は日本人メンバーも CJ 会社で雇った方々が直接メイクをしてくださったので、とても違って見えました。それで私が最初に驚いたメンバーは、3、じ2、ゃん、1、0。それはチーム8所属の下尾美優さんです。僕がその日収録が終わって夜明けだったはずです。1時くらい。他の人たちに話していたのが、美優ちゃんが継承をしっかりしたら韓国の수지さんに似ているという言葉でした。当時は人々がまだ韓国の人々はチーム8に大きな関心を持っていなかったし、美優さんにはあまり関心がなかった状況だったのですが、美優さんは本当に他の言葉は必要なく、とても綺麗だと言っていました。美優さんは継承によってかなり変わる顔です。だからといって継承をしていない顔がおかしいのではなく、顔の目鼻立ちが綺麗で、継承でポイントを強調してあげるととても綺麗に見えました。でもやはり今日本に帰ってからはまた昔のようにメイクをしている気がしますね。そしてキャラクター自体もその純粋なキャラクターが韓国にもよく合うはずのキャラクターだったのに残念です。2番目のメンバーは現在は卒業している元 NMB メンバーの中井心です。
私は最初 AKB の勉強した時、仕事で NMB から始めて NMB の1期、2期生に対して愛着がある人だったですが、韓国に来て嬉しかった1、2期生がいましたが、中井さんを見たら本当に特別だと感じました。もともと中井さんが直シックで直接するキャラクターじゃなかったですか。それとも申し訳ないですけど、私はそう記憶していますけど、おそらく韓国に来て言語的な問題があってそうしたのかもしれないのですが、いつも綺麗に笑っているです。本当にいつも笑顔を失わないだけど、その笑顔がとても特別に綺麗でした。それはカメラでは撮れませんでした。画面と実物が一番違うメンバーでもあったし、本当に最高の笑顔だったじゃないかと、またその笑顔はよく覚えています。今日の最後のメンバーです。これはやっぱり3、2、1、0。さくらちゃんが欠かせませんね。さくらちゃんはやはり小さな顔、はっきりした目鼻立ち、そして実際に見るととても立体感のある顔です。単に目が大きくて鼻が大きいわけではなく、目と鼻と口の曲線が優れています。そして舞台経験が多いから自分の綺麗な表情をよく知っていて、いろいろな表情を浮かべながら人の目を引く方が分かっているのだと思いました。その他にもエリーちゃんとか、韓国人からもたくさん愛されていたメンバーたちは全て理由があったと思いますが、今は参加したメンバーの中に卒業したメンバーも多いじゃないですか。こともえちゃんもそうだし、みんなもっと自分たちの持つ魅力を人々に伝え、うまくいったらいいだと思います。では今日のお話はここで終わります。今日もありがとうございました。ではまた。